はい、ではね、黙々木曜日のライブを配信していきましょう。対戦よろしくお願いします。今日めちゃめちゃ風強いですね。なんかね、換気扇回してるんですけれども、風が逆流してきて怖いわ。まあね、春も近いってことでしょうね。こう、天気が荒れるっていうことは。何しろね、そう、あさって節分ですからね。節分来たらもう春ですからね。節分と来たら、言わなくても分かりますよね。もうコンビニとかにも上りが立ってますけれども。うん。そう。恵方はまきです。恵方はまき。恵方巻きもいいですけれども、恵方はまきもね、忘れない。今年の恵方を向いたまま、無言で葉巻をね、一本吸い切ると、良いことがその年起こるという、古くからの言い伝えですけれどもね。俺は毎年恵方はまきやってます。皆さんやってますかね？うん。気が悪いな。リングゲージは太い方がよろしいですか？恵方はまきに使うはまきですよね。いや、好きなのでいいんじゃないのかな。うん。なんか太い方が景気良さそうですけれどね。SY さん、先週はハバノスの魅力勉強になりました。ありがとうございました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴロさん、そうですね、恵方はまき。太い方がね、やっぱり景気が良さそうじゃないですか。ワイドチャーチルとかね、あったらいいかもしれないです。さてと、今日のネタは、ハバノスの値段か。なんかそんな話をしようかなっていう風なところでね、副題つけたんですけれども。まずね、あの2024年、今年ですね、の1月1日に、ハバノスからニュープライスリスト、新価格表が公表されました。田舎のプレスリーさん、葉巻の吸い始めて1ヶ月半の初心者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でハバノスは、新作じゃない、新プライスリストを出しました。で、1月1日から順次、目処としては2月1日にね、キューバ国内での葉巻のプライスはそれに置き換わる予定です。結論から言うと、大体ね、3%から、10%値上がりになりました。3%から10%なのでね、安いな、また、と思いました。まあもちろん値上がりなんでね、数方にとっては、たまったもんじゃないんですけれども、ただね、2022年にハバノスが電撃的に値段をガンって上げた時がありましたよね。あの時はものすごいびっくりしたんですけど、みんなもね、俺も。まあ、トリニダコイーバ、あと一部のロメオ・モンテ以外は、そんなに大した値上げじゃなかったんですよね。そんなに大した値上げじゃないっていうのは何と比較するかっていうと、相対的なものです。例えば、葉巻は高級嗜好品なので、ウイスキーとか、ハバノスは2002年よりも前の10年間値上げをしてこなかったので、値段がずっと据え置きのままだったんですね。
ただ、その10年間の間にも、ウイスキーやワインや、というかもうそれ以外の、嗜好品以外のあらゆるものですね、は、どん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 値上げをしていったわけなので、相対的に葉巻っていうのは安かったんですね。値段が変わらなかったから。だからその失われた10年を取り戻すために値段を上げたけれども、まあ、トータルで見たら数パーセント平均すると、大した値上げではなかったんですね。だから葉巻の値段はまだまだ安いっていうのが世界的な考え方なんですけれども、まだまだ安いっていうのはどこと比べてかっていうのが、まあ数字の話だから相対的なものなんですよね。例えば去年の末に発表されたサントリーとか日課のウイスキーの値段の値上げリスト、びっくりしましたよね。本当倍とか普通に、ついたりするんで。ノンエイジでも何十パーセントも値上げとかだったんで、すげえな、これ。っていうふうに思ったんですよ。で、そしたら2004年のハバスノスの値上げなんですけれどもね、値上げするっていうのは聞いてたので、どのぐらいなのかな、問題は。っていうふうなところでリストが届いた。で計算してみたら、まあ、3%から10%弱。この一律何パーっていうふうに値上げしないのはハバのそのいつものことなので、ブランドとかによってね、値上げのパーセンテージを変えてるんです。あとは、当然値段が高いもの、プライスとかが、金額的にそもそもが金額が張るものとかはそんなに値上げしないとかですね、小バとか。なので、3%から10%っていう風な、バラバラの値上げになってるんですね。そしてね、びっくりすることに、なんかベラベラ喋ってるけど、これ、訪れしてないですかね。一応さっきチェックしたんですけれども大丈夫みたいです。そう、今、ハバノスの、もう基幹ブランドであるコイーバと双璧をなすトリニダですね。トリニダも2002年、ハバノスショックの時ですね、値上げの時、バッて値段が上がったので、今回どうなんだろうなっていうふうに思ったら、2024年のハバノスの値上げ、トリニダは値上げしません。しないんです。トリニダはしない、値上げしないんです。これでね、わかることがね、いくつかあったんですよ。普通、製造業って値上げするときは、原材料費とか、人件費とか、要は製品を作るためにコストが上がったので、仕方がなくそのもの自体の値段を上げるっていう風なのが基本なんですけれども、ハバノスはどうもそれと違うっぽいなっていうのが分かったんですね。だって値段上げるんだったら一律値段上げないと吸収できないはずなんですよ。いろいろなものの。さっき言った人件費とか材料費とかね、輸送費とか。でもトリニダの値上げはしないっていうんだったら、しなくてもいけるってことなんですよね。おそらく2022年の値上げの時にトリニダの値段を上げすぎてしまった。トリニダの値段を上げすぎてしまって、ユーザーの値上げのマインドとマッチしなかったんですよね。なんで、トリニダの売り上げはおそらく相当下がったはずです。今、売れ線となっているブランドがもう売り上げ下がってしまったのであったら、今更値段を下げることもできないので、売れ線ですしね、他の値上げするのにトリニダだけ下げるわけにはいかないので、お値段据え置きっていう風にしたんだろうな。ということは、ハバノスは、うん、やむにやまれる値上げでなくて、やっぱり当初ポロッと言ってた、相対的に他の嗜好品と比べて安くなってきてしまっているので、調整のために値段を上げるっていう風なところのニュアンスなんだろうなというのがわかるんですね。なんかね、原材料が少ないから作れないから値上げせざるを得ないとかなんかそういう風なのも言ってるやつとかがね、
なんか言いますけれども、デマで嘘ですからね、それ。だって、ハバノスって、ずっと昔から一度も良くなってないんですよ。生産面積、タバコの畑はどん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 ちっちゃくなってきてるし、経済的にもソビエトがなくなってからどん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 悪くなってる。一度も良くなってないので、製造状態が悪い、原材料が生産できないとか、いろいろネガティブなこと言っても、つうか昔からそうだし、で終わっちゃうんですよね。だから、そういう風なのはおかしいっていう風にわかるんです。そう、だからね、今、1月、キューバに全然葉巻がない、ショップの棚がもうそこが見えてる、棚が空っぽみたいな感じのね、デマが流れてますけど、それ自体はね、デマじゃなくて本当のことなんですけれども、理由がね、理解できてないですね。うん。あのね、キューバの工場は1月17日まで冬休みなんです。だから、一切作らないです。その期間は。加えて、値上げが決まってるのでね、え値上げ前に大量に作るバカはいないんですよね。新しい値段が発表されて、よし、じゃあそれで売ろうっていうことで止めてたラインを動かして、そこから出してって、その値段で売るので、その2つが理由でね、キューバは年末年始、葉巻全然なかったんです。まあ、それは葉巻業界の人間だったらね、誰でもわかるので、わかんないやつはバカだなっていうふうなことで笑ってあげましょう。あ、そういえばね、4月にあるね、吉祥寺のビジョンさん、バービジョンさんでね、セミナーやるんですけれども、そのね、発表ね、Twitter とかインスタとか YouTube だったらね、一瞬で満席になりましてね、誠にありがとうございます。びっくりしました。そんなすぐに満席になるっていう風な感じの瞬殺だったので、まあね、今お話ししたね、葉巻の業界のね、内幕とか裏の話とかもね、質問来たらしますけれども、基本的に、基本的な葉巻の知識をやろうかなと思ってます。カットの仕方、火のつけ方、吸い方とかね。まあ、それは動画とか、俺のチャンネル見てもらえばね、載ってるので、それで十分かなとは思うんですけれども、実際にその場でレクチャーして、質疑応答を受けるっていう風な場はね、やっぱりそういう場を用意しないとできないので、来ていただける方は、面白いんじゃないのかなというふうに思います。ね。あとなんだっけ、あ、そうそう。あれ出ましたよね。イヤー・オブ・ドラゴン。ハバノスがネズミ年からやってるエイトシリーズの、これ、これ。モンテクリストでしたね。一応今のところ6大ブランドから出るだろうという風な感じなのでね。まあ12種あるので、6大ブランド2回回せばね、ちょうど2回転でね、出てくるんでね、いいんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれど。はい。イヤーオブドラゴンね。名前はブリジャンテスって言います。ブリジャンテスです。モンテクリストブリジャンテス。で、シリーズ、あの、イヤーオブシリーズなので、ドラゴンのね、竜のフットリングがついてますね。で、リングゲージが53の長さが128ミリ。なので、まあ、最近流行りの太くて短いゴムとシガーですよね。だね、これね、キューバ人のね、良くないところがね、そうそう、五郎さん、今年はモンテクリストなんですよ。干支を理解できてないんですよ。困ったことにね。これはね、うーん、干支の習慣がない国だから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですよね。まあ、干支が影響力あるのって中華圏なので、
まあ日本はそうなんですけれども、これね、一番最初のイヤー・オブ・マウス、ネズミ年の年ですね。が、ハバノスのこのエトシリーズの一番最初だったんですよ。思い出したお笑い。でね、エトシリーズね、出るのすんごい遅かったんですよ。その年。発表はしてたんだけれども、ネズミ年中に販売をすることができなかったんですね。で、翌年にようやく、店頭とかに並ぶぐらい出荷ができるようになったんですよね。でも売れない。キューバ人がね、なんで売れないんだ、全然ね、わからない。こんなにたくさん積んである。限定品なのになんで誰も買ってかないんだっていうふうにね、言うんですよ。聞かれたから、いや、お前、干支の意味理解してる？うん、わかるよ。星座だろ？バカじゃないのって思ったんですよ。星座じゃねえよ、干支だよって言ってもね、その概念は理解できない。できなかったみたいです。今でも多分理解できてないと思うんですけれども。しゃあないですよね。年号っていうものも理解できないので、それはもうカルチャー、文化の違いなので、しゃあないです。だからね、イヤー・オブ・なんちゃらじゃなくて、ゾディアックシリーズ、つまり星座シリーズって呼んでたんでね、違うよっていう風に言ったんで。ネズミ年過ぎたらね、ネズミものをね、干支のもの買うやついないじゃないですか。まあ、だからなんとかね、去年のうさぎ年、イヤー・オブ・ラビットの恋バのシグロ道路とかは、その年中になんとか前半中に出すっていうことで出せたんですけれどもね。まあ、それでもね、スタートダッシュつまずいてね、うん。普通、干支のものって縁起物だから新年に買うじゃないですかねえ。梅雨とか夏の盛りとかにね、出されてもね、買わないっすよね。まあ、それがね、キューバ人っていうか、うん。キューバ人独自の問題じゃないでしょうね、それは。干支が理解できなかったわけだから。ということで、まあ、今回はね、イヤー・オブ・ドラゴンはこのタイミングで出たっていうふうなことになるんですけれどもね。あれでも、2月じゃん。なんで年明けてすぐに出さなかったのっていうふうになりますけれども、はい、なんででしょう。クイズです。当ててみてください。お疲れ様です。先月のポップコーン会ありがとうございました。あ、マロ君、ありがとうございました。こちらこそ。ポップコーン会通かね、ポップコーンいただいちゃったんだけどね。あら、固まっちゃってるな。YouTube 側がね、止まっちゃってるね。うん、工場が休みとかでしょうか、五郎さん。惜しいな。今日は提灯が見えていて素敵ですね。提灯人気だね。俺より人気じゃん。嫉妬だな、これ。フェスティバル向け葉巻を作ってる時期でしょうか。まあそうっすね。今はそうなんですけれども、でもね、イヤー・オブ・ドラゴンがね、1月にリリースされなかったっていう理由とはちょっと違うんですよね。
これ答えを言いますと、旧暦だから、旧正月に合わせてるからなんです。ハバノスのね、イヤー・オブ・ドラゴンのね、紹介文読むとね、チャイナ、チャイナって書いてあるんですよね。なので、中国のお正月は旧正月、2月になるのでね、それに合わせてリリースになってます。まあね、これはね、中国の人たちが旺盛に葉巻を買ってるからっていう風なのの理由も一つなんですよ。シリーズのターゲットは日本じゃなくて、中華圏なんですよね。まあ、パッケージとか見ればわかりますけど、赤と金でね、竜とか飛ばしたりね、かっこいいですからね。完全に中国向け趣味のデザインなんですけれども、そもそもね、あの、干支っていうのは、さっきお話しした通り、中華圏の風習なんですけれども、中華圏の新年っていうのは基本的に旧正月なんですよ。なんで旧正月って日本人が言うのかっていうと、昔も日本は正月は旧正月、2月に祝ってました。ただ、え文明開化の後ですね、西洋に合わせて新年を、お正月を1月1日に変えてるんですね。だから旧正月っていう言い方をします。今は新正月を祝ってます。が、東アジアで、漢字文化圏、中国の影響を受けてる国、まあ、干支があるから、そうですよね、日本なんですけど、1月1日に新年を祝うのって日本だけなんですよね。これも、さっき言ったキューバ人が干支が理解できないのと同じ。うちらが知らないだけっていうことなんです。中国であろうと、韓国であろうと、ベトナムであろうと、基本的にアジアの正月は2月の旧正月になるんですね。だからね、キューバ人の中でもね、アジア人のお正月って言ったら2月っていうのが常識なので、日本人が1月1日にお正月だよって言うと、って言うんです。うちらと同じじゃんって。面白いですよね。そういう文化の違いは。だからね、自分だけのね、尺度でね、見てると、日本国内だけだったら、ともかく、海外、外の国のカルチャーとかが基準になっているものは絶対理解できないのでね、そこのところは絶対外せない知識なんですな。田舎のプレスリーさん、フラットカットですって、ドローが悪かった時にドローを良くする方法はありますか？うん。一から説明すると、ドローというのはこの葉巻をね、吸ってる時に吸い込む。吸い込みが悪いのをドローが悪いって言ったりします。ね。鬼ドローとか、極悪ドローとか。ドローが適度なドローでなかったら、気持ちよく、要は吸い込みができなかったり、燃焼できなかったり、消えたりするので、ドローが悪い葉巻は確かに嫌われることはあるんですけれども、結論から言うと、ドローを良くする方法はないです。すいませんがないです。なんかね、よくあるんですけれども、こう、葉巻をオンオンしたり、グニグニしたり、あとは、なんか竹串とかを差し込んでグリグリしたり、ドリルみたいなので中をね、穴開けたりとか、いう風な道具とかも売ってたりするんですけれども、やってはいけません。っていうか、やるなですね。葉巻というのは、プレミアムシガーですね。一本一本原材料から巻くまで職人が手作りでこれを作ってるんですね。なので、ドローがきつい、緩い。ドローがきつい理由は、葉巻を作るときにねじってる。もしくは中のフィラーをたくさん入れすぎてる。で、閉まっちゃってる。っていうのの大体どちらかなんですけれども、
それは職人が作った結果そういう風になってるんですね。なので、それはその葉巻の個性です。キャラクターです。手作りだからこそ同じような泥は一つもないっていうことの、証明なんですね。それを、中に穴開けてね、ガリガリドリルで削ったりとか、いう風にして吸うのは、要は味を変えてしまうんですよね。果たしてそれは、その葉巻を作った職人とか、そのブランド、その国に対してリスペクトがあるのかっていうふうなことになるんですね。その葉巻を取った自分は選んだ、その葉巻を。何かの理由か何かの運命かわからないけども、選んで手に取ってカットして火をつけて吸っていると。だったらその葉巻をね、全うさせてあげるのが相撲家の責任なので、それはそういうものとして吸ってあげてください、できれば。例えばご飯食べに行って、自分の気に入らないね、味だったから、ソースなり醤油なりね、ぶっかけて食うっていうのはね、大変失礼なんですね。葉巻だったら分かりやすいように、例えばバーに行って、そのバーマンの人が作ってくれたね、カクテルが自分の好みじゃないからね、濃すぎるなとか言って、お冷やをね、かけて薄めたりであるとか、バーマンに、シロップをくれとか言って、シロップ入れて甘くしたりとか、しないでしょっていう話なんですよね。少々厳しい言い方になりますけれども、結論として、泥を良くする方法っていうのはいろいろな情報として出回ってますけれども、どれもあんまり意味がないですね。そして、葉巻に対して敬意を持っているのであれば、やらないということが結論です。葉巻を捨てるとね、みんな誰かを一度やった時あると思うんですよ。泥きついな、全然煙来ないなということで竹串ぐりぐりね、中に入れてやると。竹串ぐりぐり中に入れてね、やるとね、どうなるかっていうと、竹串の分ね、膨らむので、ラッパは割れるんですよね。ピシッてひびが入るでしょ。で、ひびが入るんだったらね、まだしも、もう吸えなくなっちゃったりね。あとはね、いかに貫通させて、その隙間を作ろうとしても、まあ、できた。で、口につけて吸って、その時は若干ドローが良くなったとしても、空気を吸い込んでるんですよね。空気を吸い込んで、燃やして煙を吸い込むので、空気を取り込むことによって、その湿度でさらに葉巻が膨張するんですよね。だから、しばらくしたら元に戻ってしまう。そのね、いたちごっこなので、あんま意味ないです。だからね、おお、今日の葉巻はかなり泥がもう極悪だな、鬼泥だな。これ作った職人さんは多分そんなに手慣れてないんじゃないのか。それとも、この葉巻がそんなに太くないからか、それともなんか、あのサービス精神でね、中に詰めるフィラー、味を決める葉っぱのことですけど、をサービスしてたくさんぎゅうぎゅうに詰めてくれたのかな。どれなんだろうな、みたいな感じで考えながら吸ってったら、そのうち過ぎちゃいますから。そんなね、大ごとにね、捉える必要もないです。所詮葉巻ですから。あ、そういえば前、なんかあれだな。ライブじゃなくて、チャンネルの方でコメントに、なんかドローがきつい時どうすればいいですかみたいなコメントあったの。で、俺が覚えてたら、それ答える、動画作りますっていう風に言ったような気がするから、今ので回答でいいかな。はい。まあ、勉強ですよね。なるほどですね。勉強になりました。勉強になります。ありがとうございます。ね、一生勉強ですからね。俺も葉巻のことちょっと知ってますけれども、やっぱりね、勉強と知識のアップデートは欠かせないです。あの、もう終わってしまった、え
ずいぶん昔に止まってしまったっていう世界ではなくて、葉巻の世界、今でも動き続けてますんでね。新作も出るし、新しいね、滋賀も出てくるし。だからね、今まで公式で言ってたことだから、これは正しいだろうっていうふうなことも、公式はこれからこうだっていうふうにいきなりね、変えてくるっていうふうなこともね、要はあるわけなのでね。それもおかしくないので何々男性より女性トルセドールが巻いた方が美味しいって言われてるのは単純に女性の割合が多いだけで勘違いですか？うん。また出た葉巻のオカルトですね。どこのバカがそんなこと言ってんだかよくわかんないですけれども、うん。言ってるやつは100%バカなので気にしないでいいです。美味しいっていうのは何なんでしょうね。例えば同じ葉巻、ここで吸ってるのはポール・ランナーのピカドレスですけれども、男性と女性の職人にピカドレスをそれぞれ任せた時、味の違いはね、皆無だと思います。まずそれぞれに、あの、そのレシピの葉を渡されるんですね。フィラーを。で、フィラーをね、まとめて、バインダーで形を作った後、型にはめるんですね。それぞれのビトラの。クッキー型みたいなやつです。で、型にはめた後、万力で締めて、その形で固定して、その状態をバンチって言うんですけれども、バンチが出来上がったら取り出して、ラッパーを巻いて、で、端っこを切り落として、ヘッドに丸いラッパー、キャップですね、をのり付けして出来上がりっていう風になるんですけれども、多分男性の方は力が強いからギュッギュッて締めちゃう。女性の方は指先が柔らかいから柔らかく巻くみたいな感じのことを言ってると思うんですけれども、さっき言った製造工程で巻きが硬い柔らかいがね入り込む余地はないんですよね。大昔は型なしで作ってたんですけど、今は型で全部組んでるので力加減とか関係ないんですよ。単にね、葉巻のことをよく知らない人がよくあの作っちゃう自分理論ですね。こうだろうみたいな。職人のね、性別なんてね、関係ないんですよね。道具とかが入る余地がないオールフリーハンドだったら、それこそ性別じゃなくて経験、あと原材料によるんですけれども、型とかね、原始的なものでも道具を使うんだったら、そういうふうな力加減とかなんもないんですよ。まあでもね、なぜか葉巻の世界って不思議なんですけれども、別に葉巻について何らか詳しいわけじゃないけれども、声がでかかったり、あるいは別の分野で有名な人とかが葉巻のこと言うと、みんなそれ信じちゃうんですよね。なぜか。何の根拠もなくて、うん、そんなわけないじゃんってちょっと考えたら分かりそうなことでもそうなんだって大真面目に信じちゃうんですね。まあ、相撲家の人がね、まあ、ピュアな人が多いのか、よくわからないですけれども、だからね、女性が巻く葉巻、男性が巻く葉巻みたいな感じの関連することだと思うんですけれども、昔はね、恋バはですよ。恋バは、処女が内ももで巻いているっていうふうなことを大真面目に言ってる人がいたんですよ。マジのマジで。バカも休み休み言えよと思ったんですけれどもねそれ聞いたときに。でも本気で信じてる人がいるし、
界隈ではそれを言って広めた人はかなり葉巻に詳しい人だっていうふうに思われてる節があって笑っちゃうんですけれどもね。どうやって内ももにこうスリスリして葉巻を巻くんだよって。葉巻巻いてるの見た時あるっていうふうに思ったんですけれども、それもね、本当にね、マジのね、ガチでね、バカ正直にね、言う人もいるし、信じてる人もいるのでね。まあ、笑い話、ネタの一つですね、今となっては。まさか今でもそれをね、信じてる人はね、いないと思いますけれども。まあね、そういうふうなのは、一個一個根拠を示して違いますよっていうふうに打ち消していかないと、こう、宗教になっちゃってるね、ものとか人もあるので、そこはね、一個一個根気よく修正していくしかないですよね。逆にね、そういうふうなのをね、教えてもらうとありがたいんですよ。こっちとしては。あんまり突飛でもないものとかをね、こうなんですかっていうふうに、さぞ正しいでしょみたいな感じで言われると、こっちもね、困るんですよ。え、あんまりとんでもないような話だとね、もうびっくりしちゃうかもしれないし。そう、だから事前にそういうふうなオカルトとかデマがあるっていうのを知ってると、こちらもね、対応する余地があるし、本当っぽいなっていうふうに思ったら、即断ね、即レスできないものがあるかもしれないから、自分で調べることもできるじゃないですか。だからね、そういうのね、知りたいです。しかし、女性トルセドールは巻いた方が美味しい。うん。こんばんは。本日もよろしくお願いします。ブラックブラックさん。ブラックブラックガムさん。よろしくお願いします。ちなみにね、女性の場合はトルセドレスになります。男性はトルセドールになります。まあ、細かいんでね、職人で十分です。ちなみに、葉巻を巻くための工程って何重もあるんですけれども、作るための工程って言った方がいいかな。農作業を別として工場に葉巻の原材料、葉っぱが来てから、葉巻が出来上がるまでの、工程ではもう何重もあるんですけれども、一個一個に職人が対応してるんですね。作業一つにつき、それ専用の職人がいます。で、トルセドールっていうのは、全部の職人の中でもかなり下の方です。ランク的に。うん、これも意外だと思うんですけれども、まず全職人の中でトルセドールって一番数が多いんですね。当然、うまい下手っていう風なのもあるんですけれども、え葉巻を巻き上げるだけの仕事なんですよね。だからよく神の手とか、キューバで一番うまいトルセドールとか言うんですけれども、トルセドール自体、葉巻に関係する職人の中ではかなり下の方です。だから、偉くないです。だからね、トルセドールだか、なんだかっていう風な感じでね、身構える必要ないんですよね。だって葉巻工場の中では下っ端なわけなんですから。当然一番偉いのは工場長ですよ。葉巻工場の中ではね。で、工場長と同格の力を持つ人はブレンダーです。マスターブレンダー。その葉巻のレシピを持ってる人ですね。例えばピカドレスを作るためにはこのレシピというのがあるんですね。え
まあ、料理のレシピと同じです。なんとか種の葉っぱをどのぐらい。それは、何年寝かせたものと。コンディションはこんな感じみたいな感じのね。そういうふうなものはありますけれども、ハバノスは絶対公開しないし、そのブレンダーも工場長に言われても明かしません。そういうことになってるので。原材料が届いたとき、そのブレンダーが、巻く葉巻を決定して、それぞれに分量を取って用意するんですね。で、それを袋に入れて、トルセドールに渡して負けっていう風になるわけなんですね。この時点でトルセドールより偉いってことがわかりますよね。他にもトルセドールよりも偉い、職人はたくさんいます。例えばコロレスっていう風な作業をする、女性職人。これ必ず女性なんですけれども、それは何かっていうと、葉巻の箱、開けると、まあ、ドレスボックスの場合、実はグラデーションになってるんですね。色の並びが。似たような色で、同一の色ではなく、だんだん明るいのからだんだん暗いようにっていう風に並べられてるんですよ。これは美しくパッケージングするために必要な作業なんですけど、その人もね、トルセドールよりも上のランクの職人です。我々、大体5種類の色でラッパーを見分けてるんですけれども、その人が見ると70数色で色分けができるらしいんですね。すげえなと思ったんですけど、工場に行って見た時ありますけど、全然わかんなかった。これは色に対して感受性の高いっていうのが分かっている女性のみの仕事になります。あとトルセドールよりも偉い職人って言ったらカタドレスっていう職人がいます。カタドレスっていうのは何かっていうと、検査人ですね。クオリティチェックをする職人です。葉巻っていうのは基本の単位は50本になるんですけれども、50本で1ユニットになるんですね。50本作ったら型ドレスが1本任意に引き抜いて吸います。吸って味わい。で、あとはセポっていう定規を使って太さ、長さ、その葉巻自体の品質に問題がないかっていうのを身をもってチェックします。で、ダメだったらもう1本チェックする。その時は葉巻もばらして中もチェックします。この時点でダメだったら、その1ユニットの50本は全部ばらされます。ダメっていうことに。ね、トルセドールに巻いた葉巻これダメだからばらせっていうふうに言える権限があるので、型ドレスはトルセドールより上っていうのが分かりますよね。しかし、葉巻を吸う仕事っていうのはね、羨ましいですね。型ドレスなりてーと思いますよね。んマロ君、ブレンダーが他国亡命でレシピを持ち出してノンキューバンとして似たようなレシピ内容で売り出している可能性がありますか？原材料がキューバンリーフではなくて、ノンキューバンのリーフしか使えないわけだから、レシピを持ち出しても意味ないですよね。再現できないので。で、キューバはたくさんの人がね、もう亡命して外国に行ってるので、あのレシピを持ち出した型ドレスとかも中にいるかもしれないです。で、それをシガーメーカーに、ノンキューバンのシガーメーカーに売った人とかももしかしたらいるかもしれませんけど、今言った通り、原材料がなかったら再現できないので意味ないんですよね。で、これはキューバのなんとかのレシピを元にしてるみたいな感じでノンキューバンが売り出すこともできるとは思うんですけれども、やったらやったでものすごい反感買うんじゃないですかね。企業のプロモーションとしてはもう0点ですよね。バッシングされまくります。盗んだレシピで作ってるわけですから。まあ仁義のないメーカーとかがね、そういうのをやったら面白いかもしれないですけれども、できないことはないと思いますけれども、うん、多分すごい悪手だと思いますね。やらない方がいいんじゃないの。ゴロさん、肩ドレスは何本吸っても葉巻酔いしないほど強いんですね。うん、そうじゃないですか。うん。これは
体質によるでしょ。お酒何杯飲んでも酔っ払わない人もいますし、前回か前々回お話しした通り、俺も13本吸っても別に葉巻をしませんので。でも人によってはね、強い弱いもあるし、酔う酔わないっていうのもあるのでね。だからそういうふうな体質も含めての職人なんでしょうね。その人の特質みたいな感じで。俺も肩ドレスになりてえな。葉巻を吸う仕事。ね、工場で肩ドレスの部屋とか見た時ありますけれども、羨ましい。こいつ葉巻吸ってるだけじゃねえかみたいな感じなので、俺もできるよ。だからね、亡命したね、肩ドレスなんかね、いてもあんま意味ないんじゃないのかな。葉巻工場とかに就職できないよな。だってキューバに特化してるわけだから、それ。うん。まあそういうふうにね、仕事を一人に集中させないっていうのは、ノウハウを持ち出させないっていうふうな理由もあるのかなっていうふうにはちょっと邪推しちゃうんですけれどもね。まあだから海外に行った時に食えるのはトルセドールなんですよね。わかりやすいし。皆さんと同じ海外のスモーカーもトルセドールってのはわかりやすいから、偉いんじゃないのか、すごいんじゃないのかっていうふうに思いますからね。あのーキューバにあるラカサじゃないシガーショップ、コンデ・デ・ビジャヌエバからは、レイナルドっていうトルセドールが亡命してメキシコでね、ノンキューバの葉巻巻いてますし、その前は昔、パルタガスの工場の、マスターだったハムレットっていう男が、亡命して、今、ロッキーパテルっていうノンキューバのメーカーかなにいるんですよね。そこで巻いてるし。キューバから見たら裏切り者ですよ。まあ、なるほど、確かにそうですね。そういう系だと、キューバ国外で、キューバ産みたいなニュアンスで売ってるトルセドールさんもいらっしゃいますよ。んキューバ国外でキューバ産みたいなニュアンスで売ってる。それは、多分、騙しでしょ。詐欺ですよ。キューバは、キューバ国外に、原材料、タバコリーフを持ち出すことは許可してないので、手に入れるとしたら、その国で生産してるか、もしくはその国に輸入できるリーフとかになるの。タバコリーフになる。まあね、どんな業界でも情弱ビジネスっていうのはね、あるのでね、食い物にされてる人たちはいるんじゃないですか。それからね、多分ね、それ買ってる人とかね、信じてないですよ。だって、ノンキューバンのパッケージにハバナ、キューバとかってよく書いてあるじゃないですか。リングとかにも書いてあったりするんでね。でも、生産国はドミニカとかニカラグアなんで、ね、買ってる人はもうそんなの当然理解した上で買ってるわけですから、キューバじゃないっていうのはね。まさか本気でそんなの買ってるやつはね、いるわけないですよ。いやーにしても、やっぱりキューバはね、値上げがすごい緩やかだなっていうふうに思いましたね。ね、世界的に物価もガンガン上がってるのにね、キューバなんてね、貧しい国だから本当に困ってるわけですから、めちゃくちゃ値上げしてもおかしくないのに、優しいなって、数パーセントの値上げで済ますんだから。何ブラックブラック。
キューバの有名マスタートルセドール監修の葉巻みたいな売り文句は要注意ですね。そうですね。まずね、うん、マスタートルセドールっていう言葉をね、勝手に作っちゃうやつはね、要注意ですね。マスターって英語でトルセドールスペイン語じゃないですか。勝手に言葉作っちゃってるんですよね。もうその時点で眉唾もんなのでおかしいだろ。勝手に称号作ってないみたいな。マスターはマエストロでしょっていう風になっちゃうんですよ。まあそういう風にね、存在しない称号とかをね、作ったりしてね、勝手に権威を作って、すごいんですよみたいに言ってくるのはね、企業界に限らず、どこの世界でも詐欺師のね、常套手段なので、普通の人はね、分かってます。話を元に戻すけれども、恵方葉巻をね、何にしようかなって感じですよね。うん。やっぱね、日本人ですから、お箸の国のね、人ですからね、そういう風なね、季節のね、変わり目をね、感じられるね、そういう風な風習であるとかイベントとかはね、ちゃんとこなしていって、この季節を味わわないといけないですからね。やっぱワイドチャーチルかな。なんかぶっとい方がね、恵方葉巻って感じしますよね。恵方巻きも太巻きですからね。んマロ君、葉巻始めたての頃に情弱すぎて謎の高額キューバ産ハウスロール買ってしまったことあります。情報リテラシー大事ですね。そうですね。うん。まあね、何でも騙される方が悪いっていう風な感じのね、風潮になってますけど、それは嘘で騙すやつが一番悪いので、逆にね、そういう風な目にあったら、積極的に周りにね、違うんですよ、こうですよっていう風にね、言って広めてあげることが多分義務だと思います。そういう風に引っかかってしまった時にはね。何しろね、知らない人ばかり、売ってる人、そっちの提供側の人ももう知らないっていうのがほとんどなので、葉巻の場合ね。まあ、だからこそ、全然違うおかしな話でも、ちょっと考えれば分かりそうなことだけれども、そのままもう飲み込んでしまって、それを正しいんだっていう風なスピーカーになってしまうっていう風な危険性をはらんでるんでね、うん、気をつけましょうね。経営者が石上さんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうっす。ライブつってもなんか、リアルで知ってる人がどんどん出てくる。逆にツイッターでね、昔からフォローしてる人とかがね、コメントないんだけど、どうなってんだこれ。おい、みたいな。まあ、YouTube のハンドルネームと Twitter ネームが違うのかもしれないけれども、石上さんお疲れ様です。俺のライブでね、知り合い同士で交流するんじゃないよ。いいけどさ、別に。と、まあね、今日のライブの副題がそのハバノスの値上げ、2024年の値上げですけれども、まあだから、もうヨーロッパの方ではね、葉巻の値段、プライスはもうタグ変えてるんですよね、値段。だから日本の定価も、そのうち変わって財務省のホームページに載るでしょう。うん、どのタイミングかわかんないけれども。ツイッター上げてないだけで葉巻もくもくしてますよ、ハバノス。そうね。するたびに全部ツイートねできるわけでもないですからね。俺も昼夜ぐらい、1回ぐらいはアップしようみたいな感じでね、ちゃんとツイートしてますけれども、全部はめんどくさいっすよね。だから日本の値上げのタイミングはどこかなって感じですけれどもね。
さっきもお話しした通り、トリニダはね、キューバで値上げされなかったので、日本の定価が改定される時も、トリニダの値段は変わらないだろうなっていうのは、まあ想像つきますけれどもね。トリニダ値上げしたらどうなってんだおいっていうふうなことになりますからね。というかね、ライブのね、配信時間、今のところ木曜日の9時、夜9時にね、固定してますけれども、それでいいのかなと。もうちょっと早めた方がいいのか、遅めた方がいいのか、どっちなのかなっていうふうに思うんですけれども。どうなんですかね。田舎のプレスリーさん。ノンキューバーの個包装されている葉巻の保管方法はどういった保管方法がベストですか？個包装。ああ、セロファンで。透明なね、セロファンで包まれてるやつですよね。いや、そのまま保管すればいいんじゃないですか？好みだと思いますよ。セロファンを剥くか剥かないか。セロファンもね、空気通すんで、空気通すんで、湿度も通すんでね、別にそのままでもいいと思うんですよ。気にする人は、ノン吸盤と吸盤を一緒のヒュミドルに入れない、ごっちゃにしないっていう風な人がいるんで、そういう風な人は、剥いたりしないですよね。YouTube のアンケート機能使ってみたらどうですか？ YouTube そんな機能あるんだ。へえ、調べてみよう。なんだネロさん。Hello from アメリカからアメリカっていうことはユナイテッドステーツからですか？ようこそ。Welcome to Japan。ただ、あれチャンネルの方は、自動字幕で英語対応してるんだけれども、ライブの方はね、これ確か、できんのかな？ライブ配信って同時の字幕翻訳ってできたっけ？こっちの設定次第なのかなわからんけど。でもね、確かに俺の YouTube のチャンネルね、視聴者見ると、日本だけではなくって、結構いろんな国から見られてるのでね、うん、ワールドワイドですな。そもそもインターネットだからね、自分の国だけに限った話じゃないですからね。うん、国際化を感じる。まあでも、9時よりも遅くなって10時、11時とかだと人によっては寝てるしね。うん、早すぎるとね、晩ご飯食べられなくなっちゃうしね、俺が。まあ今日のメインテーマのハバノスの値上げの話ですけど、まあ世界的なね、物価上昇が収まらない限りは、ハバノスも順次値段を上げていくだろうっていうのはわかるんですよね。それはね、しょうがないですよ。
けど、この値段の上昇率とか考えると、ハバノスはね、相当安く頑張ってくれてるので、そこのところはね、ありがたいなっていう風な感じでね、受け取らせていただきましょうって感じですね。なんだね、ネロさんミスターネロ雪男三島スモークとシガ三島由紀夫は葉巻捨てた。ああ、そうかもしれないね。三島由紀夫はね、本当あの時代の日本人にしてはすごい海外通なので、英語もフランス語も、つまりイングリッシュもフレンチも普通に喋れますし、当時のね、昭和初期とかのね、人でね、葉巻する人って、洋行、つまり海外に行く政治家とか、あるいは海外に行けるぐらいの、ブランディングができてる人、映画監督とか、小説家、文壇の人とかが多かったのでね。そこら辺もね、調べると面白いんですよね。しがみさん。セロハン頑張って剥くと、時々フットが荒れるから、加湿しっかりして吸うとき剥がしてます。これはプレスリーさんに対するアンサーですね。まあ、人それぞれなので、自分なりに理由が立っているのであれば、それでいいかと思います。まあ、日本にね、葉巻が入ってきた頃、どういう時代だったのか、どういう風な感じで、何が理由で入ってきて、どういう風に広がったのかっていう風なのもね、それをテーマにして話したら、ちょっと面白いかもしれないですね。1回分ぐらいいけるかもしれない。うん。うん。そうこうしてるうちにね、葉巻もこんなちびきできちゃったのでね、ここら辺で、今日のね、ライブ配信終了したいと思いますので、今日もよろしく、今日もありがとうございました。じゃあまたね、また来週。